ジャパニーズヨガの夏美です。自分で自分を調整、癒すセルフヒーリング。今日は背中周りや股関節の調整をしていく内容になっています。タオルを使いながら行っていきますので、なくてもできますが、ご用意ができる方は用意して行いましょう。では、あぐらや正座、お好きな座り方で構いません。まずは今の肩の重さを確認するように上下にしたり、体を右左とねじっていきましょう。そのねじった時の体の感覚、そして深呼吸を通して、どのくらい自分の体に入ってくるか、ここから変化がないか感じ取りながら行っていきます。まず仰向けに寝転がっていきましょう。最初は仰向けになったら膝立ちの状態にします。ちょうどお腹のあたりに手を添えて、肋骨の下のあたりのみぞおちです。このあたりがものすごく硬くなっている方が多くいらっしゃいます。指の腹か手のひらどちらでもいいので少し刺激をしていきましょう。自然な呼吸で構いません。心地がいいなと思う方はグーの手で少しゆらゆらとさせる形でもいいです。ちょうど太陽神経層、ソーラープラクサスと呼ばれる神経が交差している場所ですね。重要な場所になります。そこを優しく緩めていきましょう。ここが硬いと呼吸が浅くなったり、筋肉の緊張が生まれやすくなります。さあ続いて今度は肋骨の下、骨の脇を指圧するようにするか、少し揺らすようにしてほぐします。好きな行い方で構いません。この肋骨の下のところにも横隔膜があります。横隔膜は腹式呼吸などをするときに関わっている呼吸筋ですね。この動きが鈍っていると、先ほどと一緒で体に呼吸が通りにくくなったり、筋肉が過度に緊張してしまったりというデメリットがあります。反対側も同じように骨の際を指圧してクックと押すような形にするか、少しゆらゆらと皮膚を揺らしていきましょう。背中側がこわばっている時も、この辺りの硬さがないかチェックするといいかと思います。柔らかくほぐして体の血流、そして気の巡りも整えていきます。さあ行えたら次はおへその外側、指が3本ぐらい入るぐらいのスペースで右側をぐっと押していきましょう。押しながら今度は右の股関節、膝を胸に寄せて伸ばす、この動作繰り返しです。グーの手か指の腹で押しながら曲げ伸ばし、自然な呼吸で続けます。さあ次は膝を立てた状態から同じく押したまま膝を外、内、外に倒して戻す、これを繰り返しましょう。少しゆらゆらっとお腹をマッサージするような感覚でもいいです。さあ次は反対、おへその左側です。指3本分外側をぐっと指圧しながら左の膝の曲げ伸ばし、しっかりめに股関節を曲げたいので膝をぐっと近づけ伸ばす。股関節を動かしている実感を持ちながら押したまま刺激。さあ次はまた膝を立てて外、内、余裕があれば少しお腹をゆらゆらと揺らしながら、では一度手をほどいて床に下ろしましょう。次は膝の真下のあたりにかかとを置いていきます。
さあ、かかとを置いた後にタオル準備してもらいましたが、このタオルを内側に挟んでみましょう。今やりたいことは、この内側の体の気づきを引き出すために物を挟んでいます。普段癖で外側ばかり使ってしまう癖がある方はとても有効ですし、体幹を鍛えるのに役立っていきます。中心軸を捉えやすくなるんですね。では、両手を地面について、腰がこの時もし反っている方は、もう一度骨盤を置き直してぴったり地面に置いた状態からスタート。お尻の下の方からゆっくり上げて、さらに腰を浮かして、もう一つ胸を高く、顎を軽く引いて、余裕があるという場合は両手を後ろで組みましょう。さあ、この時に内ももで締め合う感覚忘れずに。呼吸は続けます。膝が痛むなという方は少し足を向こう側の方に置くようにして、膝の角度優しくしましょう。自分の体にいつでも合わせていく意識を忘れずに。呼吸は続けます。足のポーズ、そして内ももの意識です。3、2、1。組んでる方は一度手を外しましょう。さあ、背骨をスローモーションで下ろします。上の方から一つ一つコントロールして、大事に大事に。背中が下り、さらに腰が下り、最後に力を抜きます。では、足に挟んだまま膝を自分の方に引き寄せていきましょう。両手は地面の方に下ろしてしまって構いません。同じく内ももを締めたままで、少しぐっと胸に寄せて緩める。ぐっと胸に寄せて緩めるというのを繰り返しましょう。引き続き、この背中側がカーブしすぎないように、背中はぐっと地面に押し付けたままで、膝を前後です。さあ、今度は股関節の真上に膝で、やや引き寄せ緩める。引き寄せ緩める。すごく地味ですが、背中をぐーっと地面に下ろし続けながら、お腹も締めながら行うことで、下腹部周りの筋力トレーニングになっています。これだけでも体がポカポカしてくる方もいるかもしれません。さあ、続けます。今度は膝で円を描きます。向こう側を通るときに股関節の真上に膝より行かないように、だいたい真上に来るくらいで、自分の方に膝を寄せるときは、ある程度ぐーっと引き寄せ、緩める。また、ぐっと引き寄せて、緩める。5回転くらい回ったら、逆回転してみましょう。なるべく胸に近づいたときに、丁寧に寄せる感覚です。呼吸を流しながらお腹に意識を向けて、さあ5回転回ったところで動きを止めます。また同じで背中にスペースが空いていないかチェック。しっかり地面を押しましょう。さあ続いて股関節の真上に膝のポジション、両手は地面から息を吸って吐きながらゆっくりゆっくり右側に下ろしてみましょう。内ももを締めたままスローモーションで5、4、3、2、1。ではゆっくり足を下ろしてねじった状態で両手を横に開きます。ぶつかる場合肘を曲げても構いません。首が痛くなければ視線左側に向けて少しゆらゆらとしましょう。もう力は必要ないので骨盤から背骨を楽にして息も口から吐いてもいいと思います。2ニーツイストポーズ。優しく体の歪みを改善していくポーズです。さあ続いてもう一度顔正面、お腹をぐーっと締めてゆっくり膝をセンター、少し膝を胸に寄せて
お腹がぎゅっと縮まる感覚。そこからゆっくり股関節の真上に膝になっていると思います。吸って吐きながら左側にゆっくりゆっくり下ろしていきましょう。手を下向きにした方が楽という方は下向きにしてお腹を使いながらです。5、4、3、2、1。ではゆっくりパターンと下ろしましょう。そこから左手は肩の横に伸ばすか肘を曲げ、体をゆらゆらとしながらでいいので、体全体背骨を自然にツイストします。呼吸も止まっていないか確認して、息苦しいなともし感じたらため息を吐いてリセット。さあ、では顔を一度真上にして体を横向きにします。タオルは外してしまって構いません。では体を横向きにしたところから下の手をまずは伸ばして体側部の伸びを作りましょう。両方の膝は曲がっていた方がバランスが取りやすくなります。息を吸って右手を高く上げて吐きながら頭の先遠く伸ばす。そこから一度手を腰にセットして下の手は頭を支えるような形で横向きで寝転がっていきましょう。ではここから脇の下から肋骨のあたりをほぐします。胸の空間ですね。胸腔を柔らかく、胸腔周りの筋肉をほぐしていくことで呼吸がしやすいようにします。また、届く場合は背骨の横のあたり、背中側も触っておきましょう。全体的に脇のあたりがほぐせたら肋骨の下のあたり、また指圧するか少し指で触り、際のあたりをゆらゆらゆらっと撫でて揺らしていきます。さあ続いてうつ伏せです。両手を重ねておでこを地面に下ろし、膝を折り曲げて左右、腰から背中の調整です。では動きを止めて続いて反対側に行きましょう。下の体側の手をまっすぐ伸ばし、バランスが取りにくい場合膝を曲げます。そこから吸って左手高く吐いて真上に伸ばしましょう。頭の先では左手を腰元にセット、下の手は頭を支えるようにしていきます。下の体側が伸びているのを実感しつつ、上の方の脇腹を優しくなぞるような形でさすりましょう。腰元であったり、あばら骨のあたり、普段なかなか自分で触れることが少ないかもしれないので、触れることで温め、そしてほぐします。次は肋骨のあたり、あばら骨の内側です。骨の際のところに指を入れて揺らしてみたり、少し指圧してみたり、さあ、ある程度行えたらまた仰向けに戻っていきます。次は仰向けで背中にタオルを引いていきます。これもあまり居心地が良くないと思ったら外してしまっていいです。高さはそんなに必要がないので、ちょうど肩甲骨の下のあたりにタオルが来るようにしてみましょう。寝てみて嫌な感じがあれば外してください。また低くしていただいても構いません。
これも体に普段意識を向けにくい場所に置くことで、この部位に気づきを与えていくために行っています。さあ、そこから余裕があれば膝を立てて足の裏同士をくっつけて合石なポーズ。少し股関節をゆらゆらとさせて配置します。変な感覚があったら閉じたり、時々解放したりとしてみてください。では、両手を前習いの姿勢から右、左、前後に動かしてみましょう。これも肩甲骨の間あたり、背中側が動いているのを感じ取りながら。さあ次は両手を組んで少し左右に揺らしてみます。さあ続いて肘を曲げましょう。両手を組みます。顎を軽く引いて首の後ろを長くしましょう。組み方は組むかぐっと組むか好きな方。ぎゅーっと肘を両サイドに引っ張ります。この時に肩甲骨の間のあたりに意識を向けてそこを使っていきましょう。OK。では今度は上です。両手を組んでぐーっと肘同士を少し外側に引くようにしてまた同じく肩甲骨のあたりを使いましょう。OK。では捨て手を万歳。吐きながら肘をウエストの方。もう一度吸って万歳。吐いて力を抜きます。股関節変な感じがあると思ったら少しリセットをしたり解放してしまっていいので、骨盤を揺らしたりですね、自分の体の声を聞いてみてください。上向きの合石のポーズ。ではあと一息が終わったら両方の足を一旦センターで閉じて左右に右左と体をツイストするようにしながら調整します。では背中にあるマットを外して背中がピタッと落ち着いたところで両足、両手を上で振っていきましょう。手と足、細かく揺らしていきながら、膝、肘、足の付け根、肩へと振動を広げて、体液や関節のバランスを整えます。ではゆっくり手と足を解放しましょう。お疲れ様でした。最後、今の肩の重さ、そしてねじった時の体の感覚、深呼吸を通した時の違いなど、体の変化がないか確認してもらえると嬉しいです。今日のレッスン内容はこわばりやすいお腹周りやこの胴体周りからほぐし、さらに腸ほぐしヨガのメソッドのように腸を刺激する要素も取り入れながら骨盤周りの調整と背骨の調整を一気にできるような内容になっていました。タオルなどを用いることで普段意識が抜けやすい部分をしっかり使えるように構成してあります。特に体幹の筋力がない、なかなか自分一人では鍛えられないという方にもとてもおすすめのセルフメンテナンスの内容だったと思うので、体幹を鍛えたい、また筋力がない、弱いと感じられている方にとってもおすすめになっています。ぜひ毎日の中で取り入れて自分の体を心地よくスムーズに動かせるようにコツコツ続けてもらえたら嬉しいです。で、ここからはお知らせです。4月の1日からはインスタグラムにて毎日ライブヨガがスタートします。こちらは22名の
ジャパニーズヨガセラピストが日替わりでライブ配信をします。毎日時間が違うんですが、アーカイブは残りますので、皆さんの会う時間に参加していただいたり、アーカイブをチェックして、毎日の心地よい習慣に役立ててもらえたら嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。これからの時間も皆さんにとって笑顔が自然とあふれる日になりますように。ありがとうございました。心と体が楽になる癒しのヨガ。ジャパニーズヨガの大人気のクラスに生ライブで参加できる。毎週のライブヨガ。心のヨガ。スナックなつみ。ワークショップ。人生が変わったとメンバーから声が続出。そんな体験をあなたも。